通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、先日に引き続きましてホワイトハウスからの話題になります。いやー、あれからもですね、ホワイトハウス SNS 上で大暴れしておりまして、なんと今回ですね、また任天堂の惣菜を使い、この戦争をプロモーションしたということで、こちらがね、大変物議を醸しています。あれから遊戯王なんかもね、一応声明出しておりますので、その辺も含めまして、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日ね、こちらの動画でお伝えしました。ホワイトハウスがですね、最近 SNS で大暴れしておりまして、ゲームやアニメの素材を使い、主にトランプのね、功績を称賛すると、こんな動画を連発してるんですね。で、これがですね、あまりにも戦争を軽視しすぎなんじゃないか、戦争をゲームかアニメだと思っているのか、ということで、批判が殺到しているわけですね。で、さらにこれね、トランプを支持しております。マガもね、これを絶賛しているのかというとそうでもなくって、一部ね、もちろん、さすが我が大統領という人もいることはいるんですが、いろんな人いるんでね、その多くが、ちょっとさすがにこれはどうなのと、そんなような状態になってしまっているんですね。で、前回のお話で言いますと、こちらですね、遊戯王の声優さんですね。動画の中で音声も使われているんですが、ホワイトハウスが私の声を使い、イランでの暴力を煽る形で利用していたことを知りました。高橋和樹氏の最も愛された功績、人々が自分らしく生きる勇気を与え続けている作品までもが、彼が語ろうとしていた物語とは全くかけ離れた形で巻き込まれることになります。高橋は他人を救おうとして命を落としました。ね、これ沖縄でアメリカ人の女の子を救おうとして亡くなってるんですよね。遊戯王は普遍的なものであり、政治的なものではありません。それを別の形で提示するのは失礼です。そしてこちらね、アニメ遊戯王公式、英語と日本語でね、このような声明を出しました。米国ホワイトハウスの公式 X アカウントにおいて、アニメ遊戯王シリーズの映像が権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました。本件については原作及びアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません。ということで、これに関してはね、現状ね、こういった形でアメリカ政府にね、素材が使われてしまうところというのが多いんですが、もうね、ほぼ定型文です、これ。著作権に関してね、異議申し立てをしているわけではなくって、私たちは許可してませんと、一切関係ありませんよということを一応明示し、関係各所に対してのエクスキューズをする。こういった声明ですよね。遊戯王も一応これを出しましたと。そしてまた再びですね、現在大変物議を醸しておりまして、ホワイトハウス、トランプの戦争をハイプするために完全に正気を疑うボーリング動画を投稿。ということでこちらですね、ハイプとあります。こちらが本日のキーワードになります。ハイプ。新聞やテレビなどで大量に宣伝、話題にされ、みんなの関心を引こうとする状況。ということでね、こちらのハイプというのは、大げさな宣伝、過剰な宣伝、煽りとかね、こういった意味になります。これ日本語だとね、古代広告と訳されるんじゃないかなと思いますが、それだと虚偽のニュアンスが含まれてるでしょ。英語の方はね、単純に煽ってね、大げさに広告するということなので、虚偽のニュアンスは基本的にないんじゃないかなと思います。もうポジティブな場合は盛り上がる。そしてネガティブの場合は過剰な煽り。ですので YouTube の機能にハイプってあるでしょ。もうまさにこのことをですね、盛り上げるためのハイプ。こういった意味になります。ということで皆さん、もしですね、まだハイプ残ってらっしゃいましたら、もうね、今週終わりますから、ぜひね、この動画、ハイプをお願いします。週3回できますんでね、これなんかね、今試験的に運用されているっていう話なので、将来ね、数が増えるかもしれないなんて話もあるようですね。そしていつもハイプしてくださってる皆さん、ありがとうございます。ということで、こちらは、ホワイトハウス、トランプの戦争を煽るために、完全に正気を疑うボーリング動画を投稿。ここね、deranged とあります。これね、錯乱したという意味になりますが、このチャンネルでね、よく出てきます。TDL、トランプ錯乱症候群の D です、これね。だからこれをトランプに使ってるっていうのが、うまい見出しになってますよね。ホワイトハウスは、米国の空爆を子供向けのゲームのように描いた奇妙なボーリング風動画を投稿し、オンラインで嘲笑された。この34秒の動画は X に投稿されたもので、トランプ政権が対イラン戦争はどこまで続くのか、そもそもなぜ始めたのかという大統領の不安定な発言に対する批判をかわそうとしている中で公開された。ということでね、それがこちらになりまして、ストライクと言ってますね。で、おそらくね、これは AI を使った動画なんでしょうが、実際のね、プロボーラーなんかも出てきまして、この戦争をプロモーションしていると、こういったものなんですね。で、これに関しましてはね、こちらになります。リプランにいるんですけどね、イアン・マイルズ・チョンという、政治評論家といいますか、SNS のインフルエンサーですね。この方ね、すごいですよ。125万人フォロワーいますが、報酬界隈では有名人で、アメリカ人ではないんですが、トランプ支持者なんですね。で、この人がね、こんなこと言うんですよ。複雑な気持ちだ。一方では、かなりイケていて、
レッドピル的だとは思う。このね、レッドピルっていうのは、マトリックスから来ておりますが、ネットスラングですね。こう、真実に目覚めたとか、左翼の嘘に気づくみたいな、こういった形で使われます。これ、レッドピルっていうんですね。かなりイケていて、レッドピル的だとは思うが、一方で、君たちはホワイトハウスのはずでしょうと。いうことで、このね、トランプ支持者にさえ、ここでね、苦言を呈されると。こちらも話題になっています。動画は2012年の有名なスポーツ中継の場面から始まる。そこにはボーリングの伝説的選手ピート・ウェバーが登場。その映像では彼が5度目の全米オープン優勝を決めるストライクを投げようとしている。その後映像は突然アニメーションに切り替わる。砂漠の風景の中でしかめ面をしたボーリングのピンの集団が立っており、そのうちの何本かは突然銃を構える。別のピンは我々は核兵器の製造をやめないと書かれた看板を掲げている。場面は再びボーリング場に戻り、ピンはイラン政権の幹部と書かれた看板の下に並べられている。その後、アメリカからの熱い一撃が来るぞと声が響いた直後、ボールがピンに突撃し、爆発とともにピンが吹き飛ぶ。そしてですよ皆さん、なんとですね、この同日です。すごいでしょ。もうホワイトハウスこれ連投しまくってるんですね。この同日です。このようになりました。ホワイトハウス、任天堂の Wii のゲーム映像を使って軍事映像を公開。ということでね、それがこちらになるんですが、ホワイトハウス、アンデフェーデって書かれますね。これつまり、負けなし、無敵という意味です。ここで、Wii スポーツを使って、これをまたやったというんですね。ドナルド・トランプ政権のホワイトハウス職員は再び、任天堂のゲームを使って政治的アジェンダを宣伝しており、今回は Wii スポーツシリーズを利用してイランで続いている軍事衝突オペレーションエピックフューリーへの支持を高めようとしている。ホワイトハウスの SNS アカウントでは新たに軍事映像が公開され、爆撃の映像に任天堂のクラシックなスポーツシミュレーションシリーズの画像や音を混ぜたクリップが投稿された。ホワイトハウスの X アカウントに投稿されたこの新しい動画は Wii スポーツのテーマ曲とオペレーションエピックフューリーに差し替えたタイトル画面風の映像で始まる。ゲーム映像と軍事映像の切り替えは各スポーツで打撃や命中の瞬間に合わせて何度も行われ、例えばゴルフボールが的の中心に当たった直後にゲームの実況がホールインワンと叫び、その直後に現実の爆発映像が続くといった演出になっている。またこの動画には初代 Wii スポーツと Wii スポーツリゾートの両方の映像が使われているようで、後者のエアスポーツカテゴリーにあたる空中ドッグファイトのゲームプレイも一部のシーンで利用されている。ということでここではね、Wii スポーツの映像と戦争の映像がマッシュアップされた動画となってるんですが、これはさ、もうダメでしょどうなんですかこれ。あんまりね、何でもかんでも不謹慎と言いたくはないんですが、ちょっとね、これアメリカ人から見ても不快になるんじゃないかなって思ってしまうんですけどね。じゃあちょっとね、このリプラン見てみましょうか。こちらね、さらなるミームで答えるという、いつもの傾向ですね。戦争はビデオゲームではありません。戦争の恐ろしさを全く理解していない。極めて愚かで幼稚な歪償家です。人間性のかけらもない。パロディアカウントではないことを確認しました。建国の父たちを、どうか私たちを許してほしい。この方ね、これが私が投票した理由ですと。いうことで、この方ね、ギークスゲーマーズという、アンチウォーク系のね、メディアがありまして、そこの人なんですが、やっぱりこの感じなんだな。これは負けなしではありません。アメリカ人の8人が亡くなり、140人が負傷しました。約130億ドルが無駄になり、ガソリン価格は高騰しています。これはゲームではありません。誰も面白いとは思っていません。むしろ私たちは嫌悪しています。ね、アイコンにアメリカ国旗を掲げててこれですからね。任天堂の弁護士。こちら引用欄ですね。このアカウントを引用しているやつは、サイコパスかもしれない。こちらね、任天堂タグ付けしまして、任天堂アメリカの公式コラボですか。このせいで、任天堂ブランドに対する私のイメージが台無しになってしまいました。二度と任天堂製品は買いません。ということでね、そもそもこの方買ってないか、もしくはこの後も買い続けるんじゃないかなとは思いますが、つまり任天堂どうにかしろよという、フラストレーションですよね。こちらもそうですよ。もう任天堂から二度と買わないと。自社の IP を守るために迅速に行動してきたこれまでの実績を考えると、この件で任天堂が沈黙しているのは実に驚くべきことだ。任天堂、アメリカ政府を訴えてくれ。というような形で現在ですね、この引用欄では、これどうにかしろよという圧力が任天堂にかかっていると、こういった状態になってるんですね。でね、これに関しては以前もね、お伝えしたんですが、こちらですね、任天堂がね、そのトランプ政権の関税政策をめぐって、アメリカ政府を提訴しました。なので、このミームで SNS 部隊がね、この任天堂を使うというのは、以前からあるものの、今回の件に関してはこれね、報復なんじゃないかと。このように見ている人も結構いるようですね。実際ね、これが牽制なのか報復なのかというのはわかりませんが、少なくともこのタイミングだとね、これに関連しているというように見えてしまうのも、確かに事実ではありますよね。はい、ということで本日はですね、今回再びホワイトハウスが自身の軍事作戦をプロモーションする動画を作成し、その中でまた任天堂が標的にされているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。以前ね、不法移民を
モンスターに例えてね、大変物議を醸したんですが、その動画に比べてね、もう圧倒的にいいね数も少なくなっているので、正直なんかあんまりね、プラスになってるようには見えないですよね。なんかむしろこういうのを連投することで、必死感があってね、何か焦ってるのかなとすら思ってしまいますが、今後ですね、この任天堂がね、これに対して、何かしらの声明をまた出すのか、出すとしてもね、先ほどの遊戯王のような、いわゆる定型文、許可はしてませんよ、というものに落ち着くんじゃないかなと思うんですが、そのあたりね、注目しておくといいかもしれません。なんかね、かつてはホワイトハウスというとすごく威厳のある、そういったイメージを持っていたもんですが、このね、現在の政権の SNS 戦略というのは、品がないですよね。さあ、それではね、今日もやっていきましょう。ズーファイター。皆さんこれ遊びました？これ無料なんでね、誰でも遊べますんで、興味あったらどうぞ。海外ではですね、このパンチくん、成長したらね、こうなるんじゃないかと言われておりまして。つまりはこのゲームね、もう猿の惑星の前日さんだと思ってください。今日こそはクリアしたいと思います。さあ、今日はね、なんとか頑張りたい。昨日が59ポイントでしたっけ？さすがにそれは超えたいですね。これね、後半戦がね、かなり難しいんで、これよく見るとね、後ろの猿味わい深いですが、僕とはですね、モンハンナウでも、大変難しいと言われております、チャーク使いですから、こんな単純なゲームね、簡単にクリアできるはずなんですよ。ね。ちょっとね、一応あれですね、当たり判定を確かめたいんですが、これね、ちょっと連打してみると、割とね、当たり判定大きいですよね。手足の先から当たり判定があるということで、あとはもう連打ですかね。連打力。ここにかかっているのかもしれません。ちょっとね、この辺から若干速くなってきておりますが、こんな速い段階から速くなってましたっけ？ちょっと記憶と違う。ね、速い。この感じ、ちょっと、大丈夫です。はい、でも超えた。昨日のスコアも超えました。ここから頑張りたい。あと1回だ、多分。ダメだ。本日はですね、79ポイントということで、昨日よりね、20ポイントほど上がってますので、おそらく明日か明後日にはクリアできるんじゃないかなと思います。パンチくん、ごめんなさい。